どうも、ずんだもんです。今回は初心者にもおすすめの支援武器を4つ紹介します。敵の勢力はイルミネイトです。また、それぞれの敵に対しての使用感をティアリストという形でランク付けしました。敵の処理スピード、当てやすさ、弾数などを考慮して S から D で表記したいと思います。初心者におすすめの支援武器は、オートキャノン、ワスプランチャー、グレネードランチャー、スタルは後です。また、他の支援武器の使用感も簡単に紹介したいと思います。それではオートキャノンから確認してみましょう。オートキャノンのティアリストがこちらです。基本的にフラッグで使うことをお勧めします。リロードボタン長押しで弾の種類を変更しましょう。オートで連射すると外れやすいのでセミモードがいいと思います。まずはソウルレスについてです。フラッグ弾は近接進艦の榴弾なのである程度は敵をまとめて倒せます。敵との距離が近いと爆発しないのでメイン武器などで対処しましょう。オーバーシアーは2発ほどで倒せます。フラッグ弾だと頭を撃っても2発必要なので無理に狙う必要はありません。頭を狙うなら APHE キーに切り替えて撃ちましょう。一発で倒せます。オッチャーは中心に当たらないと2発必要です。フレッシュモブは3から5発で倒せます。少ない弾数で倒すコツは撃つたびに狙いを少し動かすと倒しやすいようです。スティンブレイは2から4発で撃墜できます。2発で撃墜するには中心を狙うようにするといいです。ワーク線のシールドはフラッグ弾なら2発ほどで壊せます。あとは入り口を撃てば破壊完了です。 APHET だと7発ほど必要なので忘れずに切り替えましょう。ハーベスターのシールドはフラッグ弾なら2発、 APHET は4発ほどです。シールド発生装置もフラッグ弾で1発ですが本体を撃つときは APHET に切り替えます。足の付け根を狙えば最短4発で倒せます。ハーベスターの弱点がわからない方はこちらの動画を参考にしていただければと思います。頭部を狙う場合は倒すまでに必要な弾数が増えます。雑に狙うと10発ほど必要になります。しかし当てるのは頭部の方が簡単なので倒しやすい方を狙ってみてください。撃つ時はなるべく目を狙うようにするといいです。うまくいけば7発で倒せたりもします。稲妻の戦闘はフラッグ弾だと破壊できません。 APHET で撃ちましょう。オートキャノンは全ての敵に対応可能なのでメインとサブ武器を自由に選びやすいです。最初の黄金のしかない初心者はリベレーターとリディーマーでチャレンジしてみましょう。次はワスプランチャーについて確認します。ワスプランチャーのティアリストがこちらです。敵の処理能力だけを考えると全て S ランクと言いたいところです。しかし敵との距離が近いと弾が当たらなかったり地形の影響で自爆したりなど使いにくい場面もあるので注意が必要です。自分の周りに障害物がない場所で撃ちましょう。ワスプランチャーはバーストモードで使えます。砲撃モードについては積極的に使う場面はないと思います。ソウルレスにはロックオンできないので発射不可です。オーバーシアーは大抵の場合1発で倒せますが2発必要な時もあります。動いている敵に対しては外れることがあります。距離は20メートルほどでしたが当たりませんでした。横に移動しているエレベートオーバーシアーに対しては外れることが多い感じがします。地上にいるオーバーシアーは攻撃時に動きが止まるので当たりやすいです。距離が近い時は後ろにダイブして撃つといいでしょう。オッチャーも簡単に処理できます。しかしワスプランチャーを信じすぎてはいけません。こういった感じで全く当たらないことがあります。状況によってはメイン武器などで対処しましょう。フレッシュモブは4発ほどで倒せます。突進が始まるとうまく当たらないことが多いのでメイン武器などで対処しましょう。3発当てた後ならすぐに倒せます。これぐらいの距離ではうまく当てることができません。目安として距離20メートル以上は確保するといいでしょう。スティンブレイの撃墜は簡単です。ロックオンして4発で完了します。ワーク線のシールドは4発で破壊できます。しかし本体を破壊するにはかなりの弾数が必要です。4マガジンほど必要だったので他の方法で破壊しましょう。ハーベスターのシールドはメイン武器で破壊した方がいいです。ばらつきはありますがシールドがない状態ならワスプランチャーを2マガジンで倒せることが多いです。シールドの上からだと3マガジンは必要な感じでした。稲妻の戦闘は遠くからロックオンして安全に破壊することができます。
初心者にもおすすめの装備構成はブレイカー、グレネードピストル、テルミットです。これなら最初の黄金度と民主主義大爆発だけでいいので初心者も手を出しやすいと思います。ブレイカーについてはこちらの動画を参考にしてみてください。ブレイカーは接近戦で火力を出しやすいです。遠距離はワスプランチャーで対応して近づかれたらブレイカーで敵を倒しましょう。ワーク線のシールド破壊も早いです。余裕があるときはグレネードピストルでワーク線を破壊してテルミットの消費を抑えるといいでしょう。テルミットはシールドの上からワーク線を破壊したりフレッシュモブにも有効です。テルミットだけで倒れない時もあるので数発撃っておけば確実です。次はグレネードランチャーについてですが、その前におすすめの戦略支援も見てみましょう。イルミネイト戦で使いやすい戦略支援は機動ガス攻撃、イーグル機重装車、ガトリング砲塔など。ガス攻撃はバリアの上からワーク線を破壊したり増援を呼ばれたら投げて逃げるなど幅広く使えます。イーグル機重装車も使用回数が多いこととまとめて敵を倒せるのでおすすめです。またガトリング弾幕もシールドの上からワーク線を破壊できます。ガス攻撃と変えるか砲塔の枠に入れてもいいと思います。メガシティでのミッションはイーグルと機動戦略支援は使いづらいので砲塔やテスラタワーを選ぶといいと思います。ガトリング砲塔はフレッシュモブに大ダメージを与えてくれます。砲塔をおとりにするならクールダウンの短いマシンガン砲塔がいいでしょう。かなり削れたので数発撃っただけで倒せます。話を支援武器に戻しましょう。グレネードランチャーのギアリストがこちらです。得意な部分と苦手な部分がはっきり分かれます。ハーベスターは他で対処しなければなりませんが敵の処理スピードはトップクラスなのでミッションをスムーズに進めるには最適だと思います。では実際に確認してみましょう。まずはソウルレスに対して広範囲の爆発で簡単にまとめて吹き飛ばすことができます。直撃だけではなく障害物に当てて爆発で巻き込むようにするといいでしょう。近距離で撃つのはやめておきましょう。オーバーシアーはシールドの上からでも2発で倒せます。直接当てなくても爆発でまとめて倒すこともできます。3発で4体のオーバーシアーを倒せました。ウォッチャーは別の武器で対処しましょう。一発で倒しにくい上に当てづらいです。フレッシュモブは6発で倒せます。続いてはスティンブレイですがグレネードランチャーを当てるのはかなり難しいです。当たれば4発で撃墜できるようですが別の対抗手段を用意しておいた方がいいです。対策は後で紹介します。ワーク線のシールドは7発で破壊できました。最後に本体に打ち込んで合計8発の弾が必要です。ハーベスターについても別の対抗手段が必要です。シールドは4発ほどで破壊できますがシールド発生装置と本体に効果的なダメージを与えることができません。稲妻の戦闘は問題なく破壊できます。次はスティンブレイとハーベスターの対策を確認しましょう。グレネードランチャーの苦手な部分を補う構成がこちらです。メイン武器にペネトレーターかサブ武器にセネターを持ちましょう。グレネードはテルミットです。ハーベスターはテルミットで対処します。スティンブレイは中装甲貫通以上が必要なのでメインに軽装甲貫通武器を持ちたい場合はセネターを持っていきましょう。あとは戦略支援に補給パックを選択します。まずはハーベスターから見てみましょう。ハーベスターはシールドを壊さないとテルミットが刺さりません。テルミットだけで倒せることもありますが目にダメージを与えておけば倒しやすくなります。またシールド発生装置を先に壊してしまうとテルミットが刺さらないようです。シールド発生装置を壊すならテルミットが刺さってからにしましょう。セネターの場合は2発ほど目を打っておくと確実だと思います。テルミットを使わずに倒す場合も確認しておきましょう。ペネトレーターの拡張マガジンならシールド破壊後発生装置までワンマガジンで壊せます。本体は足の付け根に2マガジンほどで倒せます。セネターはシールド破壊に9発必要でした。シールドはグレネードランチャーで破壊しましょう。シールド発生装置は2発で壊せます。本体は足の付け根に10発で倒せます。動いているハーベスターに当てるのは難しいので実際はもう少し弾数が必要になると思います。基本的にはテルミットで倒すことをおすすめします。スティンブレイに対してはペネトレーターだと1点もマガジンほどで撃墜できます。セネターの場合は9発です。どちらも2ターンあれば撃墜できると思います。次はスタルワートについて確認しましょう。
スタルは後のティアリストがこちらです。スタルは後もスティンブレイとハーベスター対策を別に用意しなければなりません。一番おすすめなのはメイン武器にイラプターを持つことです。そうすれば対処できない場面がなくなります。他は好みでいいと思いますが、補給パックとテルミットがあればミッションを進めやすいと思います。はじめに発射レートはマックスにしておきましょう。オーバーシアーやフレッシュモブを倒す速度に大きく影響が出ます。まずはソウルレスに対して距離が離れていればイラプターで数を減らしておくといいです。スタルはあとは胴体だと3発で倒せます。射撃ボタンを押しっぱなしではなく照準を標的に合わせてから撃つようにしましょう。逃げるときは足を狙って転ばせるといいです。しゃがむか伏せた状態だと当てやすいです。同じ足に2発で転びます。オーバーシアーは装甲を壊すと本体にダメージが入ります。装甲自体は簡単に破壊できますが、同じ部位を狙わないと倒すのに必要な弾数が増えてしまいます。特に左腕は倒しきる前になくなってしまうので狙わないようにした方がいいです。通常のオーバーシアーは足を狙うといいでしょう。シールドを出されても足なら関係ありません。13発で倒せます。エレベートオーバーシアーは骨盤を狙うと当てやすいと思います。少し当てるのが難しいですが、杖を持っている方の腕を打つと7発ほどで撃破できます。スタルは後では頭部にダメージを与えることができません。中速攻以上を貫通できる武器で狙いましょう。イラプターなら頭部に1発で撃破できます。敵に気づかれていない時に狙うといいです。胴体だと2発以上は必要になります。ウォッチャーはスタルは後で撃ちましょう。素早く撃破できます。発射レートマックスならフレッシュモブを6秒ほどで倒せます。ワンマガジンあれば2体までは倒せると思います。120発ほど消費しました。基本的にはイラプターを2発撃ってスタルは後で追撃するといいです。イラプターだけだと3から4発で倒せることが多いです。スティンブレイはイラプターで撃ちましょう。大抵の場合は2発で撃墜できると思います。ワーク線のシールドはイラプターだと2発で壊れます。足を止めずに壊しやすいので敵に追われている時はイラプターで破壊するといいです。スタルは後だと2秒かからずにシールドを破壊できます。状況によって使い分けるといいでしょう。続いてはハーベスターです。シールドはスタルは後で破壊しましょう。発生装置はイラプターで1から2発で壊せます。あとは足の付け根を狙って撃つと5発ほどで倒せることが多かったです。イラプターはレーザー攻撃を中断させることができます。一方的に攻撃できるので安全に倒すことができます。頭部を狙う場合は6から8発で倒せることが多い感じでした。足の付け根を打つ場合とそこまで大きく違いは出ないので当てやすい方を狙うのがいいと思います。なるべく目に当てる感じで狙いましょう。稲妻の戦闘はイラプターで一発です。ここからは他の支援武器のティアリストを見てみましょう。まずは対物ライフルです。スティンブレイ、ハーベスターに対して非常に有効です。スティンブレイは3発で撃墜できます。ハーベスターは足の付け根に4発当てれば倒せます。シールド発生装置は1発で壊れるので先に破壊してもいいと思います。オーバーシアーは頭を狙えるなら1発で倒せますが、動いている敵に当てるのは難しいので取り扱いの難易度は高いです。またフレッシュモブを倒すには2マガジン以上必要になります。弾数で言うと16発です。対物ライフルを使うなら補給パックやテルミットと合わせることをおすすめします。他にもグレネードピストルを撃ってから対物ライフルを7発、あとはリベレーターで攻撃して倒すなどの対処法が考えられます。こちらの方が少し早く倒せます。ヘビーマシンガンの場合は火力はありますが照準の追従が遅いです。エレベートオーバーシアーなどには少し苦戦すると思います。ピークフィジックのハンマーを着て照準の追従速度を上げたいところです。スティンブレイとハーベスターの処理能力はこちらもトップクラスで高いです。シールドの上からでもかなり早く倒すことができます。スティンブレイも数発当てるだけで撃墜可能です。次は通常のマシンガンとの比較も見てみましょう。取り回しが良くなるのでオーバーシアーなどに当てやすくなります。フレッシュモブの処理速度を比較してみましょう。どちらも発射レートマックスです。ヘビーマシンガンは1体倒すのにマガジンの半分ほど必要です。処理速度は 0.5 秒ほどヘビーマシンガンの方が速いですね。
通常のマシンガンは1マガジンで2体まで倒せそうです。ヘビーマシンガンと比べるとハーベスターの処理には少し時間がかかります。それでもシールド破壊から本体を倒すのに1マガジンかからないので優秀だと思います。スティングレイについては1ターンで撃墜するのは少し難しいかもしれません。撃墜にはマガジンの半分もあれば十分でしょう。レーザーキャノンについてはバランスよく対応できます。しかしチャージアップから発射までの時間も考えるとウォッチャーの増援を止めづらいのは厳しいところです。オーバーシアーは頭を狙うと素早く倒せます。頭に当てる時間は 0.5 秒ほどです。チャージアップから考えると1秒ほどといった感じです。フレッシュモブはオーバーヒート寸前まで当てると力尽きます。時間にすると11秒と少しといった感じです。無理に倒しきろうとせず分割して当てることをおすすめします。勝利効果のおかげで撃つのをやめてからもダメージが入ります。ある程度当てたらメイン武器などで追撃して倒すのもいいと思います。スティングレイは1ターンで撃墜するのは難しそうでした。他の武器より当てるのは楽なので2ターンあれば問題ないと思います。レーザーキャノンでハーベスターのシールドを破壊するには4秒ほど必要です。シールド発生装置の破壊まで含むと6秒ほどになります。シールドはリベレーターなどで破壊することをおすすめします。レーザーキャノンで本体を狙うときは目を狙うようにするといいでしょう。足の付け根より当てやすいので結果的に早く倒せることが多いです。うまく当てた場合はどちらも6秒ほどで撃破できます。今回試した支援武器のティアリストがこちらです。装備構成を考えるときに参考にしてみてください。支援武器が苦手な部分を他の装備で補うようにすればミッションを進めやすくなると思います。また高評価とコメントが多ければ別バージョンも作りたいと思います。ターミニット、オートマトン編も考えますのでチャンネル登録してお待ちください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。